は子どもの方の指導とか大人の方の指導、今対象はどういう指導されてるんですか？ですね、もう本当にちっちゃい子だと3歳ぐらいの子からもう本当に大人って言ったら60代70代の方にも指導させていただいてるんですけど、やっぱりなんかまあ技だけじゃないところが大事、技以外のところが大事っていうのも理解しているつもりで、そこをこう指導に入れていきたいなとも思ってるんですが、なかなかこう特に自分より何十歳も上の方にそういうものってなかなか難しくて、先生がご指導される時にこう技以外の部分を伝える時に意識されてることなんかあるんですか？自分は特に講習会で指導した時には講義をやってくれっていうことで講義もやるじゃないですか。話をされるようにして、で大事なことは今言う調和の世界。調和の世界は我々で今言う自他協楽、でこれが人間社会の中では相手の幸せを考えると調和、これ大事ですよね。で私は指導する時には技術の指導の中でみんな集まってって言って、その中で教えを説くんですね。要は分けるっていうのもやりますよ。それは当然向こうの日程でここで先生講義をしてくださいと40分50分やってくださいって分けるんですけど、でも技術が1時間の中で思想をするというのはどういうことかというと、体もそうなんですけど、例えば私は10歩いうのがあって、技をかけられて今痛い思いしましたよね。痛い思いをした時に先輩という人が胸を貸す時には、後輩である人に胸を貸す時には、かからなかったら自分が痛い思いを しながら相手を誘導して、ここにそこで思いっきりね、そこで肘をパッと落とし込んでみろ、そう聞くっていう、これってね、痛い思いをして相手を上達させる、体を通じて相手に幸せを上達させ、幸せを感じると、これを何て言うか分かるかって言って、これうちの会社3倍の喜びというのは、後輩より自分の方が当然な技術ができると、その技術ができる、あるいは教えられるものをまず持っていると、教えてくれて教えられるものを持っている、このまず持っている喜びと、でそして相手に教えてあげて相手がうまくなる、で本人も上達したことが分かるし、自分も上達したこと周りも分かると、で一応上達した姿を見て、ね、私も嬉しいし本人も嬉しい、もう一つ嬉しさなんです。で私は本人が上達したなっていう嬉しいっていう嬉しい笑顔を見てまた嬉しくなる。これまだ持っているもの上達して、彼自身が上達したことで笑顔になる、これを見る、これ3倍の喜び、これをみんなは道場でやってるんだよと、だから道場いうのは人づくり、自分を作る、そういう人間づくりの道の場だよっていうことで、それを社会に生かしていくと。社会にいないでしょ、自分が痛い思いをしてね、例えば痛い思いしながら仕事を教えるとかいうことないでしょ。ないですね。だから体で痛い思いをしながら相手を上達させるっていう、これはすごく大事なんだよ。だってそうでしょ、こう当てられたりとか、そう当てられて、そうもっとしっかりついてみろって言うじゃないですか。そういう痛い思いして相手を上達させる、これが武道でも人づくりのあり方だと私自身思うんです。そういうことを教えていくんですね、道場の中で。子供でも同じなんですよね。パッと入ってきて「ああ靴揃えんか」と言って、そっからですよ、もう。そういうことされてるんだと思うんですけど。そうですね、難しいですけどね、やっぱ子供の指導、努力はしてるんですが、でも本当今のお話であったように、金沢博和先生もそうでしたし、井上先生もそうなんですけど、実際に自分がこう動いてみせたり相手をしてあげる、さっき私も相手していただいたんですけど、そういうのって本当に大事だなと思って、指導者になるとどうしても見てるだけの口だけの指導とかっていう方々もいらっしゃる中で、実際に動いて相手をしてもらうっていうありがたさは本当に感じますし、伝わりますよね。だから相手をして自分も疲れけられて、すごい相手が感謝の心を持ってくるから、そういうのも
相手に伝えてるというようなことだと思うんですね。自分ら今日はもちろんやって面なんかつけたりとかしてこうミット持ったりとかして行って組み手の練習させますから、そうマンツーマンで今の年でもやってますけど、目をつけて胴つけてわーって言ってこれをねつかせてでパッてそれでパンってなったらパッと叩くし、もっとついてこいって喜ぶんですね。で以前は大学生ももちろん今でもやってるであるところで並ぶんですよ。先生次で「俺なんか叩かれるのに」胸をこう返してあげるいうのは喜びを感じるんですね。で今で喜びを感じて自分が上達しただから自分は上達させるためにいるわけなんで、例えば100人いたら100人とも違うから、その特徴をやっぱり見て瞬時見分けで見て何が得意でお前やってるかというか見て、それで今日が隙があるとか隙を教えてあげて、うまいとかうまいとこ伸びるところを教えてあげる、それが指導者だと思うんで、絶対指導者はそれをやらなきゃいけないんで、例えば選手やるじゃない。選手は相手の優点も見る、素晴らしい点得意な点見るし、こちらでしたら欠点も見るじゃないですか。でそしてすごい欠点だから作って言うじゃないですか。これは試合の時は大事なんですよ。でもそれは指導者に乗ったらもっと大事になってくる。そうでしょ。君の素晴らしいところはここで、君の欠点はここ、この欠点をいかに埋めるか、この優点の素晴らしいところをいかに伸ばすかというところ、このあたりも考えないかんので、これでも難しいんですよ。優点を伸ばしたら、欠点まで上に上げる場合だってあるから、それは見極めるのが私は指導者だと思ってるんで。そうですね、本当におっしゃる通りです。いやでも本当私もなるべく一人一人をしっかり見て、一人一人に毎回声かける、全体への指導はできるんですけど、なるべく一人一人声かけるっていうのは意識はしてるんですけど、できるだけもうそれはされてると思うんで、できるだけ1対1であってもやっぱり1対1でやって。そうですね。日本武道館で今少林寺拳法の武道学園の道場があるんです。その時には基本の時には講師が3人いて、川島も講師なんです。もう一人渡辺先生のも講師で、で前で例えば川島がやってる、あるいは渡辺先生がやっていたら私はミット持って回る。基本で突き方とか蹴り方とか、時にはプラスチックの棒を持って正中線をつけとか、それで一人一人を特に白帯であったり茶帯であったりとか、そういうものを特にしますけども、有段者もやっぱりやってちゃんと蹴れとか言って、で全体をずっと回って、できるだけ一人一人見ていく。そういうものってやられた方って意外と覚えてるものなので、本当にそうですね。だから講習会で地方行った時にある先生がやってて、私はミット持っていくんで、今日持ってきてミット持ってやると喜ぶんですよね。そうですよね。そこに体との会話というか、対話というか、それがちょっとできてきて、やはり武道はそれだと思うんですよね。無言のまま体で分かると、体で感謝し合えるというのが私は武道だと思うんで、だからできるだけ相手とマンツーマンで接して、そして相手を伸ばしていく、これすごく私は大事なことだと。大事ですね。勉強になる。あと一点は、年配者とか一般に指導するときに、なんか注意されてるとか、あるいはこういうところをポイントにしてるとか、自分より年上でもそうですし、一般を指導する場合に何か私はこれをちょっと守ってるとか。ですね、できてるかどうかは別として、意識の中であるのは、やはり私よりも空手長くされてる方もたくさんいらっしゃるので、そういう方にこれはこうですっていう答えを私が与えるのは違うと思ってて、一緒に研究をするというか、一緒に考えるっていうところを意識はしてますね。なるほど、それは素晴らしいと思う。基本的にはあれですね、自分なんていうか、自分が発見するっていうのはすごく、それを導くのはすごく大事なことだと、私もそれすごく大事なことだと思うんで、それは素晴らしい。ありがとうございます。それは素晴らしい指導してる。ありがとうございます。ちょっとメモってかね。これメモって。金澤日和さんと井上先生の対談。
次回の日和エクスプレスをお楽しみに。